皆さんこんにちは。サンフランシスコでのピア39やゴールデンゲートブリッジなどの観光地で、このトイレよりこっちを使った方がいいですよという情報をたくさん入れていますので、最後までぜひご覧ください。動画の中には地図を入れていますが、地図の中の赤丸はこのような1人ずつ入る公衆トイレを指しています。そして青い丸はこのような建物の中に入っているトイレを指しています。それでは一番大切なフィッシャーマンズワーフのピア39から行ってみましょう。ピア39の一番最初に見えてくるトイレは一番混み合い、その分一番汚いトイレです。自分が行った時は女性用の列が20人待ちぐらいで、男性用が10人待ちぐらいでした。そんな時、自分がいつも使う桟橋の一番先にある奥にあるメリーゴーランド横のトイレに行ってみてください。お風呂に浮かべるラバーダック屋さんの隣にあります。ここでは男性用も女性用もトイレの列はありません。他にも2階にもトイレがあります。こちらも列がないことが多いです。有名な看板のある近くにもトイレがあります。こちらが看板です。で、お手洗いはこちらの八角形の建物の中にあります。また観覧車の横にもありますが、このタイプのトイレは1人入って使用後に洗浄サイクルがあって待たなくてはいけないので、1人当たり5分待ちと考えた方が良いようです。フィッシャーマンズワーフの西側でトイレを探すときはギラデリースクエアに行ってみてください。サンフランシスコブルーイングコーという地ビールを飲ませてくれるところの横にあります。トイレに一番近いところにビールを飲ませるところを作るとはよく考えられています。安心してガンガン飲めますね。これまた重要なゴールデンゲートブリッジの情報です。皆さんがよく行く展望台の駐車場には新しいトイレと古いトイレがあります。こちらが新しい方で、こちらが古い方なんですけれども、新しい方は仮に作りましたって感じなので、皆さん古い方に並んだりするんですが、実は新しい方のトイレが断然綺麗で、男性用も女性用も3人ずつ同時に使えるようになっています。これは全く別件として、サンフランシスコではレストランやカフェなどで男女を区別しないトイレが多くあります。男女兼用ですのでびっくりしないで使ってください。また古い建物にあるトイレでは水圧が低いため、使用済みのトイレットペーパーなどをゴミ箱の方に入れてくださいというところもありますので、張り紙にご注意ください。さて、ロンバードストリートでは次にどこに行くかでトイレが変わってきます。だいたい皆さん坂の下で記念撮影なんですが、この後イタリア人街に行くなら坂をそのまま下ったトイレへ。ここがくねくね坂なんですが、だーっと坂を降りてきたジョー・ディマッジオ公園の一角にトイレがあります。で、ロンバードストリートからフィッシャーマンズワーフ方面に行くのであれば、新しい公園のトイレがおすすめです。右側の白い家が俳優ニコラス・ケイジの家だったところですが、その横のフランシスコ公園です。公園自体も新しいので、おトイレも結構綺麗に作ってあります。そしてくねくね坂の下からフランシスコ公園に行くときは、急坂を登って急坂を降りる赤いルートではなくて、緩やかな坂を下っていける青いルートで行くと楽になります。ケーブルカー乗り場周辺では赤のトイレか青丸のショッピングセンター内のトイレを使います。
ここでこのタイプのトイレの使い方を再確認しておきましょう。これ今ベイカントと書いてありますので使えますので、このボタンを押しましょう。ドアを閉めるときはこれです。ドアを開けるときはこれをしましょう。1人が使い終わるごとに洗浄サイクルがありますので、すぐにトイレに入らないように気をつけてください。ユニオンスクエアではメイシーズ側の地下駐車場の入り口の近くにあります。ですが皆さんにこっそりお教えしますが、自分はウェスティン・セント・フランシスかニーマン・マーカスのトイレを使わせてもらうことが多いです。次はフェリービルディングにやってきました。建物の中には2カ所のトイレがあります。またエンバカデロプラザにはこんな最新のトイレがありますが、なんかズボンを下ろした瞬間に月に向かって飛んでいきそうな宇宙船のようなデザインなので怖くて使ったことはありません。ということでこちらのフェリービルディングのトイレをいつも使っています。チャイナタウンにいるときは迷わずポーツマススクエアへ行ってみてください。こんな大きめのトイレがあります。そしてサンフランシスコのイタリア人街ノースビーチにいるときはワシントンスクエアがおすすめになります。白い教会に向かって左側にトイレがあります。アラモスクエアではフルハウスの皆さんも使ったのでしょうか。公園の真ん中あたりにトイレがあります。でもここのトイレは結構古いのでちょっと嫌だなという皆さんのためにアラモスクエアカフェをご紹介いたします。公園から坂道を下ったサンフランシスコらしい家の1階にあります。コーヒーの値段が3ドル40からと結構安めなのでおすすめです。もちろんトイレはお客様専用ですのでコーヒーかマフィンを買って使ってください。さてゴールデンゲートパークはとっても広い公園なのであちこちにトイレがありますが、一番いいのはディヤング美術館のトイレだと思います。こちらのタワーがある建物がディヤング美術館で、そしてぐるっと回ったところに音楽堂のステージがあって、その裏にもトイレがあります。ディヤング美術館のトイレは入場券を買わなくても使わせてもらえるのでとても便利です。しかもトイレにフラワーアレンジが置いてあるぐらいすっごい綺麗なトイレです。この建物の裏にもトイレがありますけれども、そのトイレの前には自転車が借りれるところがあったり、ホットドッグ屋さんがあったりします。さて市役所などがあるシビックセンターでは赤丸のトイレがあります。このカフェの横にありますけれども、このタイプのトイレはちょっと嫌だなという皆さんはサンフランシスコの市立図書館の中に入ってみてください。トイレは図書館の1階にありますけれども、ついでにこの吹き抜けも見ていってください。ニコラス・ケイジとメグ・ライアンが出演したシティ・オブ・エンジェルの撮影に使われた場所です。ノブヒルでは2カ所ありまして、まずはグレース大聖堂のトイレを使わせてもらうということです。自分がいつも行く方は基本的にフェアモントホテルのトイレになります。
このロビーにあるフロントデスクの右側の奥の方に行くとお土産屋さんがありますので、お手洗いはその反対側にあります。高級ホテルに勝手に入っちゃっていいのという感じがしますが、フェアモントホテルではこの屋上庭園を一般に公開していますので、どなたでも入れるようになっています。はい、トイレ事情の動画いかがでしたでしょうか。この他にも載せれない情報などありましたので、もし質問などがありましたらご遠慮なくメッセージをお送りください。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければいいねマークのクリックとチャンネル登録の方もお願いいたします。それではまた次回まで。さようなら。